サギの花 VS 多発性筋炎、薬ゼロになるまで。前回の動画では職場復帰後の治療についてお話ししました。今回はその続きとしてガンマグロブリン点滴治療についてお話しします。そもそも多発性筋炎という病気は、体を守るはずの免疫がなぜか自分の筋肉を敵だと勘違いして攻撃してしまう病気です。いやー、味方を殴りに行くって方向音痴すぎませんか？この免疫の暴走を止めるのが今回の治療の目的です。ガンマグロブリン点滴は多くの健康な人の血液から作られた正常な抗体を体の中に大量に入れる治療です。暴走してしまった免疫の働きにブレーキをかけて本来の仕事を思い出させる、そんなイメージの治療です。私の主治医はこんな風に説明してくれました。誤作動している免疫に正常な抗体をたくさん加えてバランスを整える感じですね。ガンマグロブリン点滴は5日間連続で行いました。毎日4時間から5時間かけて薬を入れていきます。なかなかの長丁場です。入院はせず、通院して処置室で受けました。先生からは、暇つぶしグッズを持ってきたね、と言われていました。そこで私は動画三昧を決行。1日2本、5日間で合計10本。ちょっとした映画祭状態でした。おかげで長い点滴時間もあっという間だったのですが、そんな風に自分では映画を楽しんでいるだけのつもりだったのですが、点滴スタンドを引いてトイレに行った時、年配の方からこう声をかけられたんです。若いのに大変ね。その時、一瞬なんて答えていいかわからなくなって、まあ、と愛想笑いで返してしまいました。正直、複雑な気分でした。私、そんなにかわいそうな重病人に見えるのかなって。病室で映画を見ている自分と、世間から見える大変な自分。さらに、大学病院にはもっと過酷な状況の方もいて、私が大変なんて言っていいのかな。そんな考えが頭に浮かんできたりしました。言葉に詰まる、不思議で少し切ない瞬間でした。そして、肝心の副作用について、主治医からはこう言われていました。大きな副作用が出る人はほとんどいないから大丈夫ですよ。その言葉通り、4日目までは何事もありませんでした。このまま楽勝で終わるかも、なんて淡い期待を抱いていたのですが、5日目の朝、お腹を下して体調が悪くなりました。さらに、点滴が終わった数日後、予想もしない症状が続きました。手のひらの皮が全部むける。鼻血が出やすくなる。血痰が出る。という症状が続きました。手のひらがむけたときは、さすがに、私どうした?ってなりました。こうした症状を伝えたところ、製薬会社に報告しておこうか、と言われていました。やっぱり副作用の出やすい私は少し珍しい経過だったようです。でも手のひらは1ヶ月ほどで再生して元に戻りました。他の症状も1、2ヶ月で落ち着きました。では実際の効果はどうだったのか。ここで血液検査の結果 CPK の推移です。まず点滴1日目、始める前の数値が554。点滴2日目529、点滴4日目506。一瞬、下がってる?と思ったんですが、点滴1週間後530、点滴1ヶ月後533。結果として主治医からは、残念ながら花さんにはガンマグロブリンの効果は見られなかったですね、という判断でした。治療前に聞く人もいれば聞かない人もいると説明は受けていました。なので結果そのものには納得できました。理屈ではね。でも正直落ち込みました。期待しちゃいけないって分かっていても、
CPK は高いまま、筋力低下や筋肉痛は続いていて、来月にはガンマグロブリンを受けてきっと良くなる。そう思いながら仕事も頑張っていたからです。この時点で服用している薬はステロイド 5mg。ガンマグロブリンが効かなかったため、ここからまた自分に合う薬探しのスタートです。正直、ゴールがどこにあるのかわからない道を歩いている感じです。でも、諦めずに、一歩ずつ進んでいこうと思います。最後に補足として、感染症検査のお話です。ガンマグロブリン点滴は、人の血液から作られている血液製剤のお薬なので、受ける前と受けた後に感染症の検査が行われました。感染症と聞くとちょっとドキッとしますよね。でも主治医はこう説明してくれました。昔は血液製剤から感染症がうつってしまうこともありました。でも今はその確率は飛行機事故に遭うよりもずっと低いです。だから過度に心配しなくて大丈夫ですよ。その上で念のための確認として、まず点滴前に B 型肝炎、C 型肝炎、HIV の検査を行いました。これは投与前の自分の状態を正確に記録しておくためです。そしてガンマグロブリン点滴の3ヶ月後にもう一度同じ検査をしました。血液製剤を使った後も何も変わらず安全であることを前後の結果を照らし合わせてしっかり確かめるための大切なステップでした。花はまだまだ薬の試行錯誤は続きますが、へこたれずに良くなる方法を探しながらこれからも一歩ずつ進んでいきます。よければまた見に来てくださいね。